こんにちは、あやかです。今回は一眼カメラで初心者が簡単に花火を撮れる方法をご説明していきたいと思います。後半では実際に花火を撮りに行っていて、こんな感じで撮ることができました。いろいろ失敗した点はあったんですけど、失敗した点と、成功して良かった点っていうのを後半でまとめたいと思います。はい。で、最初は簡単にカメラの設定っていうところ、花火に向けた簡単なカメラの設定を一緒に勉強していきたいと思います。私は今 Z8 っていうのを使ってるんですけど、Z8 で今撮影しているので、こちらのね、長年の相棒 D7000 というだいぶ型落ちの機種で説明していきたいと思います。まず ISO が100から400で撮ってる方が多くて、今のミラーレスの一眼だったらもう ISO をバリバリに上げても全然もう綺麗っていうのが多いので、とにかく400で撮っても大丈夫でしょう。昔のね ISO ここですけど、ちょっと高めの400ぐらいから100ぐらいにこのように設定してください。で、次に F っていうのは、カメラって瞳みたいなもので、F っていうのは目の中の瞳孔になります。瞳孔がいっぱい開いてるほどいっぱい光を見ることができるけど、自分でもさ、ぼやーんって見ると物ぼやけるじゃないですか。それが数字が小さくなればなるほどぼやーんってなります。で、ぼやけるし、いっぱい光も入るっていう状態になるので、今回花火っていうのは結構遠目のものを撮るので F8 から11ぐらいですね。結構こう全体的に目線を合わせるぐらいのイメージです。こっちのところに F があるんで、今は 1.8 でね、めちゃめちゃぼやける形なんですけど、8から11なので、いつも11ってことで設定してみます。で、次にピントは2個マニュアルの合わせ方は調べたところあるみたいで、本体もマニュアルにして、レンズもマニュアルにして、で、最初の 1,2 発を自分でピントを合わせて、で、その後撮っていくっていう方法があるのと、あと、マニュアル無限大っていうのがあって、それにすると何メートル以上は全部ピントが合ってくれますよみたいな。レンズによってその何メートルっていうのは違うみたいなんですけど、っていう設定があるみたいです。そしてシャッターの方はバルブっていうのにします。例えば夜景とかで車の光がビュ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 ってなってるやつちょっと無料のやつがあったら載せておくんですけど、こんな感じで、さっきこのレンズって瞳なんだよって言ったと思うんですけど、人間って目が常に開いてる状態ですけど、カメラは常に閉じてる状態なんですよ。で、押すことによって目がパチッパチッってなるんですけど、押すと目が開いて、そして離すと目が閉じるっていう構造になってるみたいで、その目が開いて閉じるっていうのを調整できるモードがバルブっていうみたいです。で、そのバルブモードにするためには、うるさいね。このシャッターをね、ずっとこの小さくしていくと、どんどん長くてなって、そのバルブっていうのが登場するので、そちらに合わせてください。あと、速攻モードっていうのがあって、ISO と F 値を適正なものに調整してくれるモードっていうのが備わってるみたいなんですけど、マルチパターン速攻っていうのは全部を分割して、で、それを全て合わせてやるやつと、あとはもう被写体これだけに合わせますみたいな速攻モードがあるみたいなんですけど、花火の場合は全てに合わせて露出した方がいいので、これをD の7000だとここにこの速攻モードがあるので、これによって全部合わせたのが全部の速攻モードになる。で、Z8 では速攻範囲を表示するかどうかは撮影画面カスタマイズ画像モニターと、撮影画面カスタマイズファインダーで設定できるみたいです。で、持ち物としてはまずはカメラの本体とレンズ。私は3本しか今レンズがないので、1本、24、そして105、85っていうことで一応3本持ってってます。あとは今は Z の GT2532 というもので、アルミ
が多いと思うんですけど、カーボンでできていて、もうめちゃめちゃ軽いし、これはずっと使ってもう10年経たない、5年ぐらいは絶対使っているんですけど、もう全然緩むところがなくて、本当に素敵な、もういい。もう大好き。自由雲台は上本さんの自由雲台を使っています。あとはまあフィルター使う余裕だからだけど一応ブラックフィルター、ホワイトフィルターと持っていくっていうのと、あと機材ではないですけど100均とかでレジャーマットとウェットティッシュとか、あと虫除けスプレーしてた方がいいかなと思うのでやっていきたいと思います。あと下準備として一応今回は江戸川区の花火大会に行かせていただこうと思うので、撮影スポットっていうのを調べました。こんな感じで皆さんも撮影スポットとかいろいろで情報もあると思うし、下見できる余裕があったら下見をして、ここな綺麗に撮れそうだなとかやるとめっちゃいいと思います。ということで行っていきたいと思います。レッツゴー。着いたらもうすでに始まってしまっていたんですが、こういうね道端とかでも全然見えるほど本当にもう間近で体感できる花火大会でした。ちょっと有料のねところは行けないんですけど、会場自体がすごく大きいのでこんな感じでね撮影するスポットを探して、一応三脚も使っていいっていうふうに言われたので使わせていただきました。これ今バルブ撮影してるところで、こんだけ連発していると押すタイミングと離すタイミングが難しかったので、イメージしながら撮るのが大事だなと思いながらやっていました。でこれ花火大会と撮影した写真何枚か載せていくんですけど、後で失敗した例を3つぐらいあげて、でどうしたらよかったかっていうのをお話ししてるので、なんか気楽にね花火大会も楽しんでみてください。でほらこれも結構連発していて、結構この写真もね気に入ってはいるんですけど、ちょっとレンズを開けている時間が短すぎたかなというふうに思います。青もすごい素敵だったんです。これもちょっとねもうちょっと開いてもよかったのかなと思いました。でもうクライマックスにね花火大会が差し迫っていて、こんな感じでね本当に感動しました。これは最後すごいですよね。もう本当のこれはクライマックスになるので、最後一緒に見れたらなというふうに思います。うわ音も本当にこの iPhone でも白飛びするように本当にねもう間近で見れるので、もうすごい明るいので ISO のとか明るさのね調整大事だなとすごく思いました。もうすごい綺麗で楽しかったです。ただ帰り道はめちゃめちゃ混んでたので一息歩いて帰りましたので、皆さん行く場合はお気をつけください。はい、ということでご覧いただきました。こんな感じが綺麗に撮れた写真じゃないかなと思います。で今回、失敗したなって思ったことがあって、それはまず1個、クライマックスは明るすぎてめちゃめちゃ白飛びしたってことですやらかした。本当にもう思ったよりもやっぱ江戸川区の写真花火はめちゃめちゃもうどんなとこでも結構見れるみたいなすごい口コミが書かれていて、本当にそうだったんですよ本当にめちゃめちゃ川辺からなるので本当に素敵なところで、その分もう見えすぎてもう明るこんな感じになっちゃいますなので対策としてやっぱり適宜ISO とか露出度を下げていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。そして失敗例にモニタリングしながらリリースできないということです。私はニコンの純正のこちらのアプリを使って、でシャッター、そのバルブモードでシャッターの押す切るっていうのをやろうと思ったんですけど、できなかった。モニタリングができなくて見えなって思ってもうほんと大変で、なのでもう途中から触ると揺れちゃうから、その
目がね開いてる状態の時に振動をやるとバババババンってなっちゃってカメラがこう写真が揺れちゃうので、本当はリリーズっていうのがあるとめっちゃいいんですけど、ちょっとね手動でさせていただきました。なので、本当に純正のリリーズとかそのサードパーティー系のリリーズでモニタリングができるのかっていうところが私もよくわからないので、今度はリリーズちょっと試してみてとか、ニコンプラザとか新宿にあるので私も聞いてみたりとかしようかなって思ってます。そして失敗3、シャッターのタイミングがわからないっていうことです。やっぱ初心者的には確かに上がってそして開いて終わるっていう花火の瞬間までやった方がいいって頭では分かってても、なんか今みたいな感じになっちゃって、やっぱ慣れが必要だなって思ったので、また挑戦していきたいと思います。編集については比較名合成っていうのをすると、花火同士を一連のものとして合わせてこうすごいダイナミックな写真にするっていうこともできるみたいなので、ちょっと私は素朴な写真の方が好きだったのでやってませんが、興味があったらぜひググってやってみてください。はい。で、確かに夏花火大会多いですけど、これからまた花火大会があるので、そちらでね、冬の時期までに皆さんの綺麗な写真が撮れる参考になって嬉しいなと思います。ということで、私は新しい視点を届けられるようなアーティストになるために頑張っていて、今回は東京っていうテーマで自分なりに東京から日本全体をもっともっと深く知りたいなということで作品を作っています。そこで来年ワンマンライブと写真展を同時に開催することを目標にしています。そのために無料のメンバーシップを始めました。登録していただくと8曲のオリジナル曲とライブ映像をプレゼントしております。限定のライブ配信や限定の動画などを出していますので、写真展とライブに少しでもご興味があればぜひ登録していただいて活動を盛り上げていただけたら嬉しいです。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。Thank you for watching.